皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁目手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2026年8月16日に開催されましたフェスサマーソニック2026東京会場の Day3 に参戦してきましたので、その模様をレポートさせていただきます。福岡ナンバーショットと大阪ジャイガの灼熱の野外フェスを終えて、このサマソニから9月20日の台湾球児まで毎週末6週連続での夏フェス参戦がスタートします。今回は園地のフェスということで、前日移動すべく8月15日のお昼頃に自宅を出発します。当然今回もお盆期間ということで、1ヶ月前に予約した新幹線で東京へ向かいます。台風による影響が懸念されましたが、この日は特に問題なく、東京駅から京葉線で今回ホテルを取っている市川塩浜まで遅れもなく移動できました。ただ遅い目なら大丈夫だろうと、18時チェックインで予約していたホテルに16時前くらいに着いたのですが、18時より前だとアーリーチェックインで費用がかかると言われ、チェックインせずにそのまま西船橋でお召し様仲間と前夜祭することにしました。で、前夜祭を終えて無事ホテルにチェックインしたのですが、なんか半分ラブホテルみたいなホテルでして、怪しい雰囲気ではあったのですが、それでなのかお風呂が広くて豪華な感じで、ゆっくり湯船に浸かれるのはありがたかったです。それでその翌日8月16日9時頃にホテルを出て海浜幕張駅に向かいます。朝一入場の第一波が終わった頃だと思いますので、京葉線は全然混んでなかったですね。ということで9時半くらいに海浜幕張駅に着いて会場となる幕張メッセに向かいます。ちょっと雨が降っていましたが、傘を持ってくるのを忘れましたので、雨に打たれながら会場へ向かいます。入場ゲートでチケットを見せて荷物検査を終え、リストバンドを腕につけてもらって、まずはフードエリアに降りていきます。この暗い中に屋台とベンチが密集しているのがサマソニの雰囲気ですね。それでまずはパシフィックステージで10時20分からオープニングアクトとして出演するジルキーさんを見に行くことにしました。元ラブバイツの美穂さんのバンドですね。ストレートなメタルですが、3ピースでこの重厚な音を出せるのがすごいと思いましたし、フロント3人でのヘドバンというか長い髪を振り回しながらの演奏とボーカルは迫力がありました。朝一でしたがパシフィックステージはパンパンに埋まってました。ジルキーさんのステージ終わりで11時くらいになりましたので、ちょっと早い昼食をとるべく、なぜか気分がカレーだったので牛すじカレー温玉のせを食べて満足していたところに、お名刺様仲間からこれからメタルバース見るとの LINE が来たので、私もソニックステージへ行くことにしました。それで11時半からメタルバースさんのステージが始まりまして、私は知らなかったのですが、ベビーメタルさんとは異なる世界線に存在するユニットということで、ベビーメタルさんと同じくコバメタルさんがプロデューサーなんですね。初めてだったので第一印象としてはベビーメタルさんを聞きやすくした感じというか、別にベビーメタルさんが聞きにくいわけではないんですけど、マイルドにしたみたいな印象でした。今回は小井愛さんの楽器隊がバックということで、演奏もめちゃくちゃ素晴らしかったです。メタルバースさんのステージが終わってフードエリアに行くと、ものすごい混雑になっていて座るところもない感じでした。なので Spotify ステージの後方が休憩エリアになっていてベンチがありましたので、そこに行って同じ場所にあった屋台で宇都宮焼きそばとビールで2度目の昼食を取りながら休憩して、今日の私のバンドメイド以外で見たいバンドのメインであるザ・ウォーニングさんのステージを見るべくソニックステージへ戻ります。すでに会場はかなりの人が集まってましたが、下手の結構前の方まで行けました。それで2024年の EX シアター六本木での対バン以来の生のザ・ウォーニングさんの演奏と歌を十分に堪能できました。ダニーのギターとボーカルもすごかったですし、アレちゃんのベースはヘビーな感じですごかったですが、私的にはパウちゃんの赤髪三つ編みツインテールに黒のリボンが誰かを連想させて可愛かったですし、2フロアは迫力ありましたし、めっちゃ歌うやんってちょっと感動しました。上手の方で見ていた方からの情報で、メイドさんたちも下手のステージ裏で見ていたことも知って、なんか嬉しかったです。リキャップムービーにもその時の様子が入ってましたね。ザ・ウォーニングさんのステージを十分に味わって、いよいよメイドさんたちが出演するパシフィックステージへ向かいます。パシフィックステージは昨年と同じですが、昨年は別のホールでしたので、今回は一昨年2024年と同じ場所です。3年連続で場所は違ったりしていましたが、同じパシフィックステージということですね。今回はメイドさんたちの前後がトラビスジャパンさんとエンドリ・ケリーさんということで、最前列を諦めて気楽に見ることにしようと思っていました。その予想通り会場はすでにトラビスジャパンさん目当ての女性たちでパンパンになっています。真ん中あたりは後ろの方まで全く入る隙間もない感じでしたので、上手の方から隙間を見つけて行けるだけ前方に入っていくと、前方3分の1くらいの場所まで行けました。周りはほぼ女性で、その中にポツンとおっさんが立っているような状態でしたので、ちょっとしゃがんで邪魔にならないようにしないといけないかなとか思いながら、まあ居心地の悪い状態でトラビスジャパンさんの開演を待ちます。そういえばここまで見てきたバンドはステージ上は
全て女性だけという状況でしたので、ここで初めてステージ上に男性アーティストを見る感じになります。ということで、いよいよ TravisJapan さんのステージが始まって、周りの女性たちの黄色い歓声に包まれながら、美形の男たちのダンスと歌を楽しみました。最近は男でも脇毛剃るんだなとか、でも確かにその方が清潔感があるなとか、関係ないことを思いながら楽しんで、TravisJapan さんのステージ終わりとなりました。急流を遡る鮭のように会場を出ていく女性たちの隙間を縫って前方へ移動します。今日は後方でもいいかな的に思っていたものの、結局上手のお立ち台前3列目くらいまで行ってしまいました。どうも前方に取り残された TravisJapan ファンの女性が柵の前から救出されたりしてました。それで周りを見ると、ここまで見かけなかった一面たちで埋まっていました。ということで、そこで初めて挨拶したりしながら待ち時間を過ごしましたが、サマソニの屋内ステージはエアコンが効いていて涼しいはずなのに、おっさんたちが密集する前方はすでにめちゃくちゃ暑かったです。いろいろ話とかしていると、後ろのエンドリ・ケリーさん目当ての女性たちが前へ行けるか不安そうな話をしているのが耳に入ったので、バンドメイド終わったら前方はいなくなるので大丈夫ですよって言って安心してもらっておきました。それでバンドメイド用のステージに転換されていって、スタッフさんのサウンドチェックが始まったら、結構すぐにあーちゃんがステージに出てきて、あーちゃんの歓声が上がります。すぐにミサさんも出てきたと思ったら、ミンチョ小鳩さんもステージに出てきて大歓声が上がります。まずは楽器隊のサウンドチェックかなと思ったら、サイちゃんまでステージに出てきたので、サウンドチェックしてすぐにリハーサルに入りそうです。で、まずはいつも通りあーちゃんのドラムソロみたいなサウンドチェックから始まって、ミサさんのサウンドチェックが続きます。そういえば他のステージではサウンドチェックとかリハで本人がステージに出てくることはなかったので、これって実は他では見られない超得なことなんでしょうね。サイちゃんが上手のステージ奥を見て手を振っていたので、ひょっとしてザ・ウォーニングのメンバーが来ていたのかなとか思ってしまいました。それでミンチョのサウンドチェックが終わったようで、ミンチョがお願いしますみたいに可愛く言って小鳩さんのサウンドチェックに入ります。マイクテストですっぽーとかクリーンですっぽーとか言いながらギターを鳴らして、以上ですっぽーお願いしますっぽーと可愛く言ってサウンドチェックを終えたので、会場から歓声が上がってました。となると多分リハーサルが始まるのかなと思っていたら、その通りいきなりアンリッシュが始まりました。前2回の夏フェスのリハーサルは2回ともこのアンリッシュでしたし、昨年のサマソニのリハーサルもアンリッシュでしたので、リハーサルに最適な曲なんでしょうかね。同期音源とのバランスなんかも調整しやすいからかもしれません。ということで、いきなりちゃんとで盛り上がって、もう汗が噴き出してきました。ここまで他のアーティストさんのステージを楽しんできましたが、やっぱりバンドメイドは格別とか思いながら、だんだんリリだんだんも叫んで盛り上がります。前回のジャイガと同じく今回もフルコーラスやってくれましたが、2回あるポストコーラスのところはなぜかサイちゃんを歌わずに演奏だけでした。でもそれはそれで貴重で、インスト版を聴いているような特別感がありました。そういえば前回ジャイガのレポートでリハーサルでフルでやってくれたのは初めてみたいなことをつぶやいていましたが、調べたら前回のサマソニでも同じくアンリッシュをフルでやってくれてました。ということでミンチョのギターソロもラッサビもたっぷり堪能して、最後だんだんディだんだんも叫んで曲終わりで大歓声となります。やっぱり完全に曲得した感覚です。ここでミンチョも小鳩さんもステージの上手奥を見てましたので、やっぱりザ・ウォーニングのメンバーが来てたんだと思います。それであーちゃんがバスドラを鳴らしてチェックしたり、ミサさんもサウンドチェックをしてたら、リハーサルの2曲目が始まりました。聞き覚えはあるけど一瞬何の曲か分かりませんでしたが、なんとプレゼントパーフェクトでした。一瞬分からなかったのは冒頭のサイちゃんのボーカルがなかったからです。で、イントロに入って会場からはちゃんとの声が響き渡ります。1メロからはサイちゃんも歌い出して、会場もノリノリになって A メロ B メロを堪能します。リハーサルでプレゼントパーフェクトって初めてですね。なんかもったいないような得したような複雑な感覚になりました。それでリハーサルといえども、この素晴らしいプレゼントパーフェクトのサビもヘドバンしながら味わえます。サビが終わって感想に入って、会場はちゃんとで盛り上がって2メロに突入します。と思ったらここで演奏終了して会場から拍手と歓声が沸き起こってました。で、リハーサルは終わりということで、ミンチョ、サイちゃん、ミサさんがステージアウトして、サイちゃんとかミンチョとかミサーの声が上がる中、あーちゃんも前に出てきて上手はけようとしますが、あーちゃんの声にやっぱりあーちゃんらしく会場の方を見て、笑顔で可愛いポーズしながらはけていってくれました。最後は小鳩さんがみんな楽しんでっぽーって言って笑顔でステージアウトしてリハーサル終了です。もう汗がすごいことになってました。で、またいろいろおしゃべりしていると、結構すぐにメイドさんたちがまたステージに出てきました。っていうか SE なしで出てきたのでちょっと意外だったのですが、みんながドラムの前に集まって輪になります。そういえば前回のサマソニは From Now On 始まりだったので、サイちゃんを除く4人で気合抜きをやってくれたのを思い出したところで、今回は5人全員の気合抜きを目の前で生で見ることができました。これは貴重です。気合を抜いてリラックスしたメイドさんたちが配置について、全楽器がジャーンと鳴らされて大歓声が上がります。大歓声の中、ミンチョのピックスクラッチから本番1曲目はスーパーサンシャインでスタートしました。
イントロに入ってミサさんは下手お立ち台、ミンチョは上手お立ち台、小鳩さんは真ん中のお立ち台で演奏しだしますし、小鳩さんの隣に立ったさえちゃんは雄たけびを上げながら思いっきり煽ってきますので、気合バッチリの会場は全力のチャントでいきなり盛り上がります。1メロに入ってもコーラスのためにお立ち台を降りた小鳩さん以外はみんなお立ち台で演奏して歌ってくれますので、最初から会場のボルテージはマックスで、さえちゃんのボーカルとバックの8ビートの演奏に乗って体を動かして楽しみます。 B メロに入ったらもう我慢できずに手を振り上げて、小鳩さんのシャウトを堪能して手を突き上げてサビに入ります。手を振り上げながらサビを楽しんでると、もうすでに汗が半端ないくらい出てきて、タオルで拭いても拭いても顔汗が流れる感じになってました。サビ終わりの小鳩さんのシャウトから感想になって、また思いっきりのチャントで盛り上がります。2メロに入るとお立ち台を降りて定位置での演奏になりますので、ちょっと落ち着いた感じにはなりますが、 B メロからの変化でまた盛り上がって、小鳩さんのシャウトから流れるようにサビに入って、もう興奮マックスになってしまいます。ちらっとだけ後ろを見たら、後ろの女性たちも盛り上がってくれていたように思いますので、いい感じでした。サビ終わりからの小鳩さんのいかついギターフレーズに大歓声が上がります。それでミサさんのベースソロになりますが、お名手様で固めた前方は息の合った一拍明けのチャントで盛り上がります。それで C メロを挟んでミンチョのギターソロになりますが、この時の歓声もすごかったです。ソロ終わりからの B メロは手拍子する人と腕を突き上げる人が半々な感じでしたが、このたまに統率されてない感じがあるところもバンドメイトっぽくて逆にしっくりきたりします。でも次に落ちメロが来るのは分かっているので、ここはみんな手を挙げて準備して落ちメロを迎えます。嵐の前の静けさのようなさえちゃんと小鳩さんの綺麗なハーモニーに聞き入りますが、すぐにアーチャーのドラムを筆頭にバックの演奏が激しくなって、会場は手拍子しながら盛り上がっていって、小鳩さんのシャウトでラスサビに突入するところは最高に好きなところです。それでラスサビを楽しんでアウトロに入って、ちゃんとで最後も盛り上がって、かっこいい締めからかき回しに入って大歓声が上がって、会場は完全にバンドメイドモードになりました。そこに2曲目となるチューズミーのさえちゃんのボーカルが始まって、最前列付近は手拍子の手で埋め尽くされます。フェスっていろいろな人が会場に見に来るので、やっぱり最前列付近はノリの参考になるように、そのアーティストのファンで埋めるのがいいと思うんですよね。ということで B メロでの一拍かけのチャントとかのノリも思いっきりやって、サビも手を振り上げながら盛り上がって楽しめます。2メロに入って目の前の上手お立ち台で歌ってくれているさえちゃんの後ろで、ミンチョとミサさんがあーちゃん前に行って向かい合って楽しそうに余裕で演奏するのを見るのもほっこりします。それでミンチとミサさんが上手下手クロスするのかなと思ったら、ミサさんはそのまま下手に戻って、ミンチョは2サビも真ん中で演奏する感じになってました。フェスだからクロス復活ではなかったようです。2サビ終わりで真ん中で演奏していたミンチョがそのまま真ん中のお立ち台に立ってギターソロを弾き始めて、ものすごい歓声となってちゃんとの声と拳が会場前方を埋めます。ソロ終わりからの C メロは手拍子しながらやっぱりミサさんのベースに聴き入ってしまいます。さえちゃんの I choose you は今回も結構前方を指さしてましたが、そういえばフェスの時ってアウェイ感もあるからか、さえちゃんは後方だけじゃなくて前方を埋めるお名手様軍団も結構見てくれる気がするんですよね。それでラスサビに入って汗だくになりながら手を振り上げますが、ラスサビから続くミンチョの2回目のギターソロはちゃんとしながらではありますが、やっぱり聴き入ってしまいます。それで最後のセクションはアーチャーのドラムがすごすぎて、歌うさえちゃんの後ろのアーチャーに見入ってしまいました。それで最後さえちゃんの迷わずチューズミーで書き回しなしで曲終わりとなって、会場は大歓声となります。最近チューズミーって書き回しなしが多くなった気がしますが、メイドさんたちの何かのこだわりなんでしょうね。ザーメイク会場にミンチョのギターリーフが鳴り響いてきて、3曲目のドミネーションに入りました。今となってはないと調子が狂うくらいのさえちゃんの行くぞーの叫びからイントロに入って、会場からは全力のちゃんとの声が響き渡ります。また4人ともお立ち台に立ってきて演奏しだしますし、さえちゃんは煽るのでちゃんとの声もでかくなってました。サマソニの会場にこのドミネーションはなんかめちゃくちゃ合っているというか、やっぱりフェスでドミネーションやってくれると盛り上がります。でも調べてみると直近だとイギリスのダウンロードフェスとかドミネーションやらないフェスもいくつかありましたね。とか思ってるとサビに入ってハローハロー叫ぶわけですが、 L の発音を気にするとうまく大声が出せないので日本人式発音を心がけてます。サビ終わりで感想になってまたちゃんとで声を張り上げます。2メロに入ってさえちゃんが下手に移動していきましたので、あーちゃんを見てるとミンチョとミサさんまであーちゃんの後ろに回ってめちゃくちゃ笑顔で演奏してました。少し遅れて小鳩さんがあーちゃんに向き合ってあーちゃんを囲む形になります。この時の小鳩さんって多分思いっきり変顔してるんだと思いますが、私たちが決して見ることができないこの小鳩さんの変顔はすごいらしいですね。いつかは見てみたいです。それで2サビ終わりからのブリッジで一拍かけのチャントで会場はまた一体化して、前に戻ってきたミンチョが真ん中の立ち台に乗ってギターソロに入って、会場前方はまたものすごい歓声になってました。
それで落ちメロから全国せよをサイちゃんと一緒に叫んでラスサビに入ります。ラスサビは最後のコール&レスポンスでサイちゃんのせいにハローハローで答えますが、ラスサビから最終セクションに入って最後のハローハローはサイちゃんも歌ってくれるので、コール&レスポンスじゃなくてシンガロングになるところも味わい深いです。本来のギターソロパートが短いからか、感想とかこのアウトロでミンチョが持て余したパワーを吐き出すようなギターソロ並みのフレーズをちゃんとしながら味わって、あーちゃんのドラムの締めで曲終わりとなって会場から大歓声が起きます。4曲目はレディートゥーロックでした。目の前のミンチョの強烈なリフからあーちゃんの体に直接響いてくるブラストビートが炸裂します。多分サイちゃんはなんか叫んでたと思います。全曲のドミネーションもそうですが、このレディートゥーロックもフェスでは外せない曲になったと思います。セトリのどこに持ってきても成り立つ曲だと思いますし、最近バンドメイドを知った方たちにとっては多分きっかけになった曲の一つだと思いますし、初見の方たちにとってもキャッチーで楽しめる曲だと思います。もちろん我々お名手にとっても最高に熱くなれる曲ですしね。それでサビは3列目だったので、指で輪っかを作るやつを頭の上でやってたらまたサイちゃんに見てもらえたような気がしました。あと今回みたいにフェスとかだとバックドロップにシンガロングの時の歌詞が映されるので、余計にシンガロングが楽しくなります。楽しいサビ終わりで感想に入って会場からのぶといちゃんとの声が響き渡ります。2メロはサビ前のブリッジが省略されて、すぐに小鳩さんのやめられないしやるしかないなーでサビに入るという構成が計算され尽くしているような構成で、本当に感心してしまいます。感心しながらも2サビも両手を上げながら踊って楽しんで、もうおーおーおーのシンガロングでサビ終わりになります。サビ終わりで小鳩さんの短いソロから師匠にバトンタッチされて、それを受けてのミンチョ師匠がミンチョキックかましながらのギターソロに入るところはなかなか感慨深くもあり、めちゃくちゃ盛り上がるところでもあります。ソロ終わりで落ちメロに入りますが、ここはすぐにシャウトからのラスサビになりますので、ラスサビ前のブレイクというかブリッジといってもいい盛り上げポイントになっていると思います。それでそのラスサビは思いっきり両手を上げてシンガロングして楽しみますので、もう全身汗まみれになってタオルも水分吸収限界を超えました。サビ終わりで最後のメロに入ってミサさんの味わい深いベースをヘドバンしながら堪能して、最後サイちゃんの湧き上がる欲望で曲終わりとなって書き回しに入ります。会場から大歓声と拍手とメンバーの名前を叫ぶ声が飛び交います。その歓声の中、サイちゃんの雄たけびが上がって始まった5曲目はヘイトでした。ハードな曲が続きますが、イントロでまだまだ元気な会場は思いっきりのチャントで声出します。1メロに入ってサイちゃんのボーカルに入りますが、バックの映像は横ありの時と同じだと思われるサイちゃんにぴったりな嵐の映像です。この映像をバックに歌うサイちゃんを見ると、まさに嵐を呼ぶ女みたいな納得感があって、ものすごくしっくりした感じで楽しめます。それでサビに入って、この曲はシンガロングとかないので、サイちゃんのボーカルとバックのかっこいい演奏を楽しむ感じになります。で、その分感想に入ってのちゃんとの声は大きくなります。2メロ冒頭は手拍子になりますが、この手拍子するところっていつも自然発生すると思うのですが、多分そうさせてしまう何かがあるんですよね。それで B メロからサビに入ります。1サビへの入りはミンチョのかっこいいギターフレーズから溜める感じで入りますが、2サビへの入りはナチュラルに1サビへの入りよりも多分4拍くらい早く入りますよね。こういう細かく構成を変えてくるところが私的に金銭に触れるところです。で、2サビも腕振り上げながら楽しんで、サビ終わりからミサさんのベースソロに入りますが、ヘイトをフェスでやるからには当然ミンチョとミサさんのバトルバージョンです。先にミンチョが立っている真ん中のお立ち台の横にミサさんが乗ってきた時くらいに、ミンチョが目の前で豪快にヤンキー煽りをしてくるので、会場からのちゃんとも力が入る感じになります。ミンチョのソロの時にミサさんがミンチョにちょっかい出すのかと思ったら、ミンチョの髪の毛を優しく直してましたね。バトルが終わって通常のミンチョのソロからソロ終わりで被せるようにサイちゃんのボーカルが入ってきます。ラスサビへの入りは1サビの時よりもさらに激しいミンチョのギターと小鳩さんのシャウトも加わって、ためにためた感じで入る構成も私の金銭に触れてしまいます。バンドメイドの曲たちってこのラスサビに入る演出がどれもすごくよく考えられているような気がしますし、本当にどれも盛り上がります。なのでものすごい盛り上がりの中、ラスサビも楽しんで、最後は唯一シンガロングできる I Hate You をサイちゃんと一緒に歌って気持ちよく曲終わりを迎えて大歓声となります。ちょうど大歓声が落ち着いたタイミングでミサさんが前に出てきてスラップベースを弾き始めます。ということで6曲目はエナジェティックでした。サイちゃんの3、2、1からイントロに入って会場前方はラララのシンガロングの声で満たされます。会場は一気にボルテージが上がる感じになります。それで A メロは気持ちよく踊りながらサイちゃんのボーカルと小鳩さんのコーラスを楽しみます。 B メロで手拍子しながらではありますが、サビで弾けるためにちょっとしゃがんで準備するみたいな感じになるのが好きなところです。
で、サビに入って一気にジャンプして弾けるわけですが、前方は結構ぎゅうぎゅうなので、前や後ろの人の足を踏んだりしないように慎重にジャンプしながら楽しみます。しかし次から次へとよくこんな楽しい曲作れるなと感心します。で、サビ終わりで感想でまたシンガロングです。楽しいです。ということで、2メロに入ってまた踊ったり手拍子したりしてサビに向けて盛り上がっていきます。当然2サビも全力でジャンプして楽しみますが、このエナチェティックのサビって長くて嬉しいみたいなことを以前の動画でつぶやいたのですが、16小節くらいなので大体の曲と同じくらいですね。失礼しました。ということで2サビ終わりで C メロに入ってあーちゃんの激しいドラムフレーズをバックに歌うサイちゃんを堪能して、そのサイちゃんのシャウトからミンチョのギターソロに突入します。ミンチョは目の前の上手お立ち台でソロを弾いてくれてましたので、ちゃんとしながらも間近で楽しそうにギターを弾くミンチョを味わえました。それで次はミサさんのベースソロですが、冒頭のスラップもそうですが、この曲のベースソロは私的に今のところ一番好きかもしれません。で、あーちゃんのかっこいいドラムフィルからラッサビです。手を上げながらジャンプしてラッサビを味わってたら、もうシャツの裾まで汗でびっしょりになってました。サビ終わりでアウトロに入ってまた大声でのシンガロングで喉も枯れてきましたが、頑張ってシンガロングして最後サイちゃんのサンキューをもらって曲終わりです。書き回しに入って大歓声が上がる中、サイちゃんのまだまだ行くぞサマソニーの雄たけびから7曲目となるノーグッドに入りました。サイちゃんが踊れるよなとか叫んできますので、イントロに入ってまた思いっきりジャンプしながらのチャントになります。上げ上げ曲が続きます。1メロに入って後ろにいるエンドリケリーファンの女性たちの前で、当然私を含む前方を埋めるおっさんたちはルールルーもやって盛り上がります。まあもう後方は全く気にはなっていませんでしたが、で小鳩さんと一緒に1、2、3、4 How we long 叫んでサビに入ります。だいぶ足腰に来てはいましたが、ジャンプして手を振り上げてシンガーロングしてサマソニでのノーゴッドを堪能します。サビ終わりで感想になりますが、ジャンプはそのままでちゃんとで声出す感じですね。感想の時に小鳩さんが上手に来て目の前で演奏してくれてたので嬉しかったのですが、2メロに入ると多分コーラスがあるのですぐに定位置に戻っていってしまいました。でもミサさんが上手に移動してきて、この日初めて近くでミサさんのベースを弾くかっこいい姿を拝みました。で2サビでまた思いっきりジャンプしてシンガロングして声を出す筋肉にもだいぶ疲労が溜まってきましたが頑張ります。サビ終わりでミンチョのギターソロからミサさんのベースソロになって手拍子で肩も危うくなってきますが、ここも頑張ります。ベースソロ終わりからは落ちメロに入りますが、結構すぐにあーちゃんの重厚なタム回しに入って3連のドラムフィルからラッサビに突入します。ラッサビはヘドバンとジャンプとシンガロングということで全身運動です。でも最近明らかに右肩と右胸の筋肉の方が大きくなっていて、ちょっとバランスが悪くなっているのを自覚しましたので、左手も上げてみたりしました。最後はサイちゃんと一緒に We have got to win 叫んでアウトロに入るのですが、誰も叫ばないので最後ちょっと声が小さくなってしまいました。ヨーロッパではみんな叫んでてめっちゃいい感じだったのでそうしてるのですが、ぜひ日本でも定着してほしいと密かに思っています。でアウトロはみんなで思いっきりジャンプしながらちゃんとで盛り上がって曲終わりで大歓声となって、サイちゃんのサンキューをもらって書き回しに入って歓声と拍手とメンバーの名前を叫ぶ声が飛び交います。書き回しの時にさやちゃんはまたなんか思いっきり叫んでましたが、何を言ってるかはメモれませんでした。書き回しが終わって始まった8曲目はなんとエンドレスストーリーでした。世界を代表するフェスダウンロードと、ここ日本を代表するフェスのサマソニでもやってくれました。またみんなお立ち台からシンガロングを煽ってきますので、前方はもちろん後ろからもおー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 のシンガロングの声が上がって一気にエモい空気に包まれました。1万人キャパのパシフィックステージでのエンドレスストーリーは多分やってくれるであろう日本武道館の予行演習というかゲネみたいな感覚を勝手に持ってしまいました。それで1メロはしっとり入りますが、 B メロに入るとあーちゃんが楽しそうにドラムを叩くので、やっぱりあーちゃんも見てしまうんですよね。でサビに入って手を上げながらシンガロングしてなんか気持ちよくなります。サビ終わりからの感想でまたおー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 のシンガロングの声で会場は満たされます。それで2メロに入ってサイちゃんはお立ち台を降りて歌い出します。そのサイちゃんを見ながらも私的にはここのミサさんのベースラインが好きすぎるので、下手のミサさんの方も見ながら心地いいベースの音とリズムに身を委ねます。それで B メロからのサイちゃんのウェーを一緒に歌って2サビに入ります。サイちゃんは上手の立ち台で歌ってくれましたので、目の前で歌ってくれるサイちゃんとのシンガロングを味わえました。そこから落ちメロに入りますが、サイちゃんは真ん中の立ち台に移って会場全体のシンガロングを流してきて Everybody Goes からラッサビです。ここは本当に盛り上がりますし感動します。サイちゃんと一緒に歌うそれでいい方の声も大きくなります。
それでラッサビ終わりからの最終セクションに入って、ミンチョのエモすぎるギターフレーズとサイちゃんのボーカルに被せながらの1万人のシンガロングがパシフィックステージを満たします。演奏が止まってあーちゃんもスティックを上げて促してくるシンガロングを最後の力を振り絞って出し切って、最後サイちゃんのありがとうをもらって曲終わりとなって、会場はものすごい歓声と拍手になりました。9曲目はデリダリが来ました。エモくなった雰囲気をまた上げ上げ方向に持っていきます。会場は当然クラップとデリダリリリダリダリダのシンガロングになりますが、サイちゃんが後ろもクラップみたいなことを叫んで、会場の後ろの方もクラップし始めます。それで1メロに入ってサイちゃんのよくこの歌詞をこの速さで歌えるなとか感心しながら聴いてサビに入ります。デリダリのサビって通常の半分くらい8小節くらいしかないと思いますので、すぐに2メロに入る感じになって小畑さんのボーカルパートになります。でまたサイちゃんのボーカルに戻ってすぐに2サビに入って綺麗なファルセットを堪能します。2サビ終わりでブレイクして耐久レース開始です。ということで会場の前方はクラップとシンガロングになります。サイちゃんはここでサマソニーみんなで作ろうか的なことを叫んで会場全体も盛り上がります。サイちゃんは上手に移動してきて前方の私たちを見て、お前らはクラップだとかも言ってきて、ちょっと笑ってしまいながら仰せの通りクラップし続けてシンガロングも全力で声出します。他にもサイちゃんは歌うのもいいよとか言ってたと思いますし、小畑さんも上手に来て笑顔で煽ってましたので、パシフィックステージはメイドさんたちと一体となってクラップとシンガロングの声で満たされてました。素晴らしいです。それであーちゃんのスネアロールが始まって、サイちゃんのこのまま続けてからミサさんのベースソロに入って会場は大歓声となります。当然クラップはし続けですね。それで小畑さんのソロに移ってまた大歓声となりますが、委員長師匠は弟子にティハートを送ってましたね。それであーちゃんのドラムソロに入ってサイちゃんも叫び続けてますが、もう何を叫んでるのかは聞き取れませんでしたが、そんなのは関係なく会場は大盛り上がりになって、あーちゃんの激しいドラムソロにクラップと歓声を送り続けます。ドラムソロが終わる頃についにラスボスミンチョがゆっくりと上手お立ち台の方に歩いていって、ミンチョのギターソロに入ります。この立ち振る舞いも含めたまさにラスボス感をまとったミンチョのギターソロに会場もクラップしながら大歓声を上げて盛り上がります。ここの様子は公式に上がっていましたので、どんな感じだったのかは見ていただけると思いますが、ミンチョの素晴らしいギターソロに前方はもちろん後ろの方までみんなクラップしてくれてますね。素晴らしいです。私的にも目の前で貫禄のギターソロを味わいましたので最高でした。ソロパート終わりで C メロに入ってまたシンガロングも再開して、最後サイちゃんのみんなサンキューでラスサビに入ります。ラスサビは通常の半分の小節の1サビと2サビを連結させている感じですので、ちょうどいい長さに感じます。それで超絶かっこいい曲終わりになりますが、バンドメイドの曲は本当にかっこいい終わり方の曲が多くて、曲終わりからの余韻が気持ちいいです。曲終わりでサイちゃんの満面の笑みでのサンキューサマソニーでかき回しに入ります。ここで次がラスト的な雄たけびが上がるのかと思ったら、そのままかき回しが終わってサイちゃんが喋り出します。サイちゃんのザ・ウォーニングみんな知ってるよなーで大歓声が上がって、サイちゃんが次の言葉を噛んでしまったので、もったいない、もう一回やるねって言って会場から笑いが起こります。で改めてサイちゃんがみんな知ってるよなーって叫んできて、会場は大歓声を上げて、今度は噛まずにあれ聞きたいだろうって叫んで、また会場は大歓声になります。でサイちゃんがスペシャルゲストザ・ウォーニングからダニーって叫んできて、ザ・ウォーニングのダニーが手を振りながら笑顔でステージに出てきて、メイドさんたちと再会のハグをします。やっぱりとまさかが混じったような複雑な感情を抱きつつ、当然会場は大歓声に包まれます。サイちゃんはダニーに Are you OK? とか Are you ready? とか嬉しそうに聞いて、ダニーも準備できた感じになります。サイちゃんはダニーに耳打ちしてかかってこいやって言わせようとするのですが、めちゃ聞こえてるので会場から笑いが起きます。でダニーがお立ち台に立ってその通り綺麗な日本語でかかってこいやーって叫んで楽器が鳴らされて、会場は大歓声になってものすごい盛り上がりになります。サイちゃんもサマソニーもっといけるか、かかってこいやーの雄たけびを上げて楽器が鳴り止んで、一瞬静かになった会場にお立ち台に立ったダニーがあの素晴らしいスクリーンを披露してくれます。ということでラスト10曲目はなんとショーゼム、しかもダニーとサイちゃんのツインボーカルというボーカル正式版ショーゼムでした。ダニーのスクリームからそのままイントロに入っておー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 のシンガロングに入ります。真ん中のお立ち台からサイちゃんもダニーも手を振ってシンガロングを流してきますので、満杯の会場からのシンガロングがものすごいことになってました。それでサイちゃんとダニーのツインボーカルでの1メロに入って、この貴重な瞬間を目と耳に焼き付けながら楽しみます。
ショーゼムの完全版はドラムセットを2つ組んだりする必要があるので、それは絶対無理だと思っていましたし、そもそもそういうセットではなかったので、ショーゼムはやらないのかなと思っていましたが、この手があったのかと本当に感心しましたし、驚きましたし、感動しました。それでサビに入って認知に仕込まれたサイちゃんとダニーの高音の限界に挑戦するようなハイトーンのサビを味わって、間奏でまた手を振りながらのシンガーロングになります。2メロはブレイクが入ったりしてかっこいい感じの構成で盛り上がって2サビに突入します。またダニーとサイちゃんのハイトーンを味わいますが、本当にこの曲はかっこいい曲だと思います。サイちゃんとダニーが本当に楽しそうに歌ってるのが分かって、こっちも幸せな気分を分けてもらいます。それで2サビ終わりでソロパートに入りますが、まずはミサさんのベースソロです。アレちゃんの分までミサさんが披露する形ですね。続いてはミンチョのギターソロパートになりますが、その時にダニーがエアギターを披露してくれてました。最後はあーちゃんのパウちゃんを彷彿させるような力強いドラムソロで落ちサビ的に入るラッサビになります。ラッサビも今度はいつ見られるかもわからないサイちゃんとダニーのツインのハイトーンボーカルを目と耳に焼き付けながら味わいます。メキシコでやってくれるかもしれませんが、私はいけませんので、ここサマソニで悔いのないように味わいます。ラッサビ終わりからのアウトロは、会場全員で手を振りながらのおー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 のシンガロングで、完全にステージと会場は一体化して、最後のかっこいいミサさんのベースの締めからかき回しに入ります。サイちゃんのサンキューダニー、サンキューサマソニー、またお会いしましょう、バンドメイドでした、ザ・ウォーニングダニーでした、サンキューの雄たけびでかき回しが終わって、メイドさんたちとダニーが満足そうにしているのですが、ここでステージ奥で見ていたと思われるアレちゃんとパウちゃんもステージに呼ばれます。サイちゃんがマイフレンドとか言いながらザ・ウォーニングの3人を真ん中の立ち台に立たせて、メイドさんたちはその横に並びます。で、サイちゃんがみんなザ・ウォーニングのステージもかっこよかったよなーって叫んできて、会場は当然同意の大歓声を上げます。続けてサイちゃんのバンドメイドはーにも当然大歓声で答えます。ステージも会場も和やかな雰囲気になりますが、どう締めるのかと思っていたら、さすが小本さんです。絶妙のタイミングでサマソニ25周年おめでとうございますっぽー、バンドメイドでしたっぽー、この後も皆様楽しんでっぽーと叫んできて、ザ・ウォーニングの3人とメイドさんたちが並んで立って肩を組んで会場に向かって、あーちゃんのお辞儀の掛け声でお辞儀をしてくれて、会場はものすごい歓声になります。客観的に見てもものすごく豪華なメンバーが並ぶステージに拍手と歓声は鳴りやみません。それでサンキューとかグラシアスとか言いながら、最後はサイちゃんのバイバイで上手のステージ奥へ小走りにはけていくというほのぼのエンドで、サマソニのバンドメイドのステージは終演しました。いやいや期待はしていましたが、まさかのショーゼもやってくれました。しかもダニーとのツインボーカルです。サマソニの瀬戸りはいつも期待をいい方向に裏切られて驚かされるのですが、今回もやっぱり驚かされました。エンドレスストーリーだけでも十分に驚かされましたし、緩急のついた瀬戸りの順番も考え抜かれていると思いますし、やっぱりダニーのボーカル参加でのショーゼもです。すごすぎました。あと何よりもメイドさんたちが楽しそうすぎて、そのお裾分けをもらえているような感覚になりました。これで私的には3回目のサマソニでのメイドさんたちのステージを経験したわけですが、同じ曲をやったとしても毎回のものすごい成長度合いを感じて確認できますし、たくさんある日本のフェスでもやっぱりサマソニはちょっと特別感があって絶対外したくないフェスだと再確認しました。もう大満足で、次のエンドリ・ケリーさん目当ての女性たちに前を譲ってステージを後にしました。タオルとシャツはもちろん、ハーフパンツも後ろポケットに入れていたタオルハンカチも肩からかけていたバンベカバンも全て汗でびしょびしょになっていて、ちょっとびっくりするくらいでした。ということで、もうこの時点で私的には大満足ではあるのですが、レモンサワーで喉の渇きを癒し、ちょっとお腹が空いたのでラーメンを食べ、さらに甘いものが欲しくなってソフトクリームなんかを食べてたら、ちょうどヘッドライナーの時間になってきました。ということで、ラルク・アンシエルさんと迷いましたが、ベビーメタルさんを見にソニックステージに移動します。前回のサマソニでベビーメタルさんを初めて見たのですが、その時は最高列あたりでしたので、今回は結構前に行ってみることにしました。上手の端の方の前方4分の1くらいまで行けました。ということで、ベビーメタルさんのステージが始まって、今回はスクリーンじゃなくてパイロの炎の熱を感じられるくらいの位置で実際のベビーメタルさんのパフォーマンスを見れて満足でしたし、私のすぐ横ですごくでかいサークルモッシュが何度も発生しているのを見れました。参加はしませんでしたが、今回も圧巻のステージと会場のものすごい盛り上がりを堪能できて大満足でした。後日こんな写真も上がっていてちょっと感動してしまいましたね。なかなか歴史的な写真だと思いますし、なんか新しい時代の幕開けのような高揚感を感じました。ベビーメタルさんのステージが終わったのが21時前になっていましたので、ここで今回のサマソニ参戦を終えてホテルに戻ることにしました。
いやいや、サマーソニック2026東京会場、ナンバーショットジャイガと誓ってバンドメイドを含めて6組見れましたし、どのアーティストも素晴らしかったですし、結局最前列付近で見ることができたバンドメイドのステージはいつも通り期待を上回る方向に裏切られて、本当に素晴らしいパフォーマンスでしたし、最高に楽しかったです。恒例のさえちゃんのポストは、楽しすぎてやばすんぎだったろーって、めっちゃありがとう、ダニーとショーゼンもまた歌えたの嬉しすぎだった、最高すぎる、サマソニ最高でした、見に来てくれて歌ってくれて踊ってくれて皆様ありがとう、また楽しいことしましょうでしたね。あとやっぱり今回も2つ目のポストで、サマーソニック2026 25周年の素敵な年にまた出演できて嬉しかった、ダニーとまたステージに立てて嬉しかった、いい写真だ、見に来てくれた皆様のおかげでいい景色だった、本当にありがとうございました、ジャミロクワイを体験できて幸、お気をつけて帰ってねも上がってましたね。本当に楽しすぎましたし、まさかのダニーとコラボのショーゼンも見られましたし、最高すぎましたし、気をつけて帰ります。私の次回お給仕帰宅は翌週の山口ワイルドバンチフェスになります。山口県は通過したことはありますが降り立ったことがない県なので、それも楽しみです。最後に今回もリキャップムービーが作成されてましたので、そちらを共有して終わりたいと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。